11月8日金曜日夜8時になりました。こんばんは。あかねクラブ FM 大阪のスタジオから、ダンスチームアバンギャルディをプロデュースしている振付師あかねです。11月3日、御堂筋ランウェイがね、ありました。皆さん見に来てくださってありがとうございます。もうたくさんのお客さんもね、ご来場していただきました。はい。先週のエンディングにですね、私が新メンバーが入るよということで、告知しておりましたけれども、皆さんびっくりされたんじゃないですか？はい。その新メンバーというのが、着ぐるみのあばこちゃんでした。はい、アバンギャルディ初着ぐるみができました。すごいよね。可愛いんです。着ぐるみって言って大丈夫です。これは。ゆるキャラって言った方がいいんか。いや、着ぐるみですから。まあ、なんか、いろんなね、アバコみんなあるんですよ、サイズも。ちいちゃい手のひらサイズのアバコちゃんもあるし、抱き枕的なのもあって、今回はもう特大とかの問題じゃないっていうね。はい、パフォーマンスも一緒にしましたよっていうことでびっくりしましたか？まだどこかでね、会えますようにって感じですね。そう、ちょっと、喉ガラガラに聞こえます？そんなことないですか？でもね、これ、久しぶりにね、高校生の指導をしたんですよ。私はもともとはね、富岡高校ダンス部で10年間ぐらいコーチしてましたから、10年間もやってないかわかんないけど、そう、コーチしてて、まあ、コーチ引退してもう4年ぐらい経つんですけど、まあ、福岡の若葉高校っていう、まあもう、超強豪校なんですけど、まあ普段なんか創作ダンスとかやってるダンス部なんですけど、そのダンス部の皆さんとコラボレーションするということで、まあ私のプロデュースでね、パフォーマンスをすることになってましてですね、来年に。で、まあそれで指導に行かせていただいたんですけど、なんていうの、血がね、騒いだっていうか、もうめっちゃ楽しいと思っちゃって。っていうのもなんかまず、もうやっぱりフレッシュ、元気高校生って、返事とかもすごいわけですよ。はいみたいな。はい。なんか、はい。なんか、すごいの。じゃあ、お願いします。毎回、もう一度お願いします。すごいんですよ、もうそれが。すごすぎ、気持ちよすぎて。はい、じゃあ、ますみたいな。よろしくお願いしますとかずっと言ってて。でも、で、すごいテキパキ動いてくれて、これやってください、あれやってくださいって言ったらもう全部すごい勢いでテキパキやるんですけど、やっぱりなんかダンス自体はやっぱり創作ダンスやってる子たちだから、普段私が踊るようなその首回してとかさ、なんていうかまあああいう激しいテキパキしたダンスはみんな踊ったことはないわけですよ。でもそれで、まあ、ちょっと普段慣れてない動きを、こう、振り付け入れられて、みんな戸惑いながらね、この関西弁でしょ？福岡の子たちはもうこんな関西弁慣れてないから、それでもまあ、初対面とかにもかかわらず、うわーって、こう、もう、結構言うわけですよ、私も。こうやってとか、できてないとかってめちゃくちゃ、もうなんかわかんないですけど、言っちゃって結構、もう初めての練習で、いや、違う、言ってな。もう一回、結構厳しめに、やって、叫びまくって、音聞いてみたいな。で、私にはこの初対面の子たちにあんまりそういう厳しく注意することないんですけど、でもなんかあまりにもみんなが、すごい一生懸命やってるから、それに負けじと指導しまして、この声がガラガラに。でもめっちゃ楽しかった。なんかやっぱ高校生と一緒にね、なんかクリエイトするのはすごい楽しいと思って。うん。ということで、今週のあかねクラブは、アバンギャルディのおかっぱトーク、そして新入部員候補を連れてきましたのコーナーでお届けいたします。はい。ということで、じゃあ今日の1曲目は、ちょっと懐かしソングにしたいと思います。やっぱり私はですね、曲を聴くときにですね、イントロがすごい好
きな曲が好きなことが多いです。はい。もう今のこのご時世はなんだかイントロがないのが流行ってるんですよね。なんか TikTok だなんだ、まあ、イントロがない、いらないんだとか言って。そんなことはございません。もう私はもうこのイントロ好き人間としては、今からかける曲はもう間違いなくトップ10には入ります。最高でしょこのイントロっていうのをお届けします。はい。ワムのジョージ・マイケルで、Careless Whisper。クラFM 大阪あかねクラブ、ビースケシのあかねです。それでは、アバンギャルディの、おたまごということで、今週はこのお二人が来てくれます。自己紹介お願いします。アバンギャルディの長野のどうってです。ノナです。お願いしね長野どうお久しぶりのご登場でございます。お二人よろしくお願いいたします。お願いします。お願いします。はい。どうですか最近は。最近は、少しだけね、肌寒くなってきて。いや、少しだけ少しどころじゃないですね。はい。肌寒くなってきて、私の好きな季節がやってきたなと思います。そうでございますよ。まあ、ちょっとメッセージも来てるんで。早い。いきなり。早い。いきなりね、ちょっとご紹介しますよ。ちょっとこれ今日なんかだからこのメンバーでお届けしてるわけでね。だからまあ、ちょっとこれも言いたいなと思った。ラジオネーム、宝塚市のジェフニーさん。はい。いつもラジオ、SNS で皆さんの活躍や楽しい投稿に元気をもらっています。ありがとうございます。質問です。誕生日が休日なので、一人旅に行こうと思っているのですが、行き先が決まっていません。皆さんが国内で一人旅に行くとしたらどこに行きたいですかということでございます。そう、私たちはね、はい。なんと、福岡に行ってきました。帰りたてほやほやでございます。はい。どうでしたか、福岡は。もう食べ物がたまらんほど美味しかった。ね。美味しい。ですよね。美味しかった。そう。いや、福岡に、まあ、ライブとかで行かせてもらう時もありましたが、本当にゆっくりできる暇はなくですね。だからちょっと今回は、お仕事もありましたが、ちょっと、はい。ご飯を。グルメを。美味しかったです。はい。何食べたまずは。もつ鍋。あとは、まあ、明太子とかもね。明太子のさ、なんか海苔巻きとかよかったよな。美味しかった。天ぷらでしたね。天ぷらだ。そう。あれも美味しかったし。あとは、ほら、ラーメン食べましたね。ラーメン。新進ラーメンというもの。はい。新進ラーメンさん。だから、まあ、博多ラーメンって、めっちゃいっぱい種類あって、いろんな店が、有名なお店多いけど、その中で、新進ラーメンが、なんか、なんでこれ、新進ラーメン行こうと思ったんだっけすごい、有名と。有名。長野リサーチによると美味しいのは新進だということで、はい。そしたらなんかもう長蛇の列、一番並んでたよな、お店がある中でも一番並んでて、私は初めてラーメン屋に並んだよ。そうですね。あかねさん絶対お店とか並ぶって嫌やのに。やっぱり。嫌やねん。ほんまに嫌なんよ。なんか、なんでこんな食べ物で並ぶわけとかいつも言ってるから、だから、ちょっと、どうやろうと思ったけど、それどうしても食べてみたかったし、ね、並んでみて。すごい気になりましたよ。でもなんか、やっぱあっという間やねんな、あれ意外と。だからみんな並ぶんやと思って。確かに。そんな、10分の並んだ並んでないかも。みんな、スルスルっと。スルスルと入れたよね。入れました。美味しかったな。美味しかった。そう、だから、まあ、福岡、私は福岡おすすめするけれど。で、しかもさ、ね、あんみつ姫行きました。ね。あんみつ姫。はい、知ってます皆さん、あんみつ姫って。あんみつ食べる場所じゃないですよ。あんみつ姫で40周年って言ってたな。はい。 40周年。 40年間やってる、もう超老舗エンターテインメント館。すごいです。ね、すごい。まあ、言ったら、まあ、福岡の宝塚とか。そうです。ややこしいけど。そう、レビュー賞。違う他はちょっと、ね、違うかな。宝塚。どうでしょう。
面白いに走った。いや、もう面白すぎる。すぎる。いやー、ほんますすに。ごいな。私たちは、まあ、勉強のためにはい行。きましたけれども。勉強させていただきました、たくいさやー、まずすごいね。お客さんいじりももうそうです間違いないん。し。違いがなかった。で、もうずっとふざけられてたね。めっちゃ面白かった。どんなのがあった例えば、うん。何て言うんですか何て言うんですか空気砲や段ボールで作った段ボール空気砲を、の穴からこう、そう、ドライアイスバーって入れたやつを、私がめっちゃ何回も何年も空気砲食らいました。集中攻撃をね。そうそう。もうなんかもう、とにかく、なんかおもろい、人たち。すごかったです。なんかパワーがうん。違うくあと、て。芸持ちすぎみんな。そうです。一人一人が。絶対何かしらできちゃうから。歌って踊って、笑かして、喋って。喋って、体張って、お客さんいじりまくって。ね。まあ、とんでもなかったね。あかねさんもね、入店早々そ気づかれて。そうそうです。見ましたとか言って。そうそう。ことあるみたいな。他のお客さんいっぱいおる前で。やめ、紹介されましたそう、もんね。はい、この方、バブリーダンスの先生です。みたいなみたいな。全員にね。ちょっしとほんまっかり、紹介されて。なんでっていう、そんなんありかよって。初めて見まなんした。か隠れて言ってたらどうすんって、そんなわけないけど本当、に別にそうじゃないけどさ違いま、すすごいね。マイなしでね。マイなしでした。ね、3日あ、先生ですよねって。そう。ドキュメンタリー見ました。その人です。ね、びっくりびっくりで。まあでも福岡はいいんじゃないですか。本当に素敵だと思う。一人でもね、全然楽しめるし。楽しめる。ラーメンなんかもう一人で、みんなお一人様多かったね。ですね。すごいと思って。一人で並ばれてる方ばっかりでした。そうそう。全部回れちゃうと思います。一人で。そうなんですよ。ラーメン。そう。しかもそう、あとね、福岡を、我々も行きますよね。1月。はい。12日です1ね。月12日や。福岡市民会館っていう、もうそれ60年以上やってる会館ですよね。だいぶね長い。でその会館が、リニューアルするということで、さようなら福岡市民会館。さよならステージ。ああ、そう、そこで、まあ、アバンギャルディのステージもございますし、福岡の地元、若葉高校と私がコラボレーションしたショーもね、お届けしますし、なんか私も出るらしい。おやおや。なんかちょっと私がなんか MC ってなってたから、MC やんの私みたいな。楽しみ。こんな方じゃないんだっていう。楽しみですねそう、MC でやるみたいなんで、ちょっとよろしくお願いします。お願いします。お願いします。だからぜひ皆さん福岡来てください。来てくだください。はい、ということで。じゃあ、ちょっとこの後たっぷりね、メッセージもご紹介するんで、まずここで1曲。じゃあ、どっちにしようかなじゃあ、長野。いい、わかりました。はい、どうぞ。最近、はい。飛行機の中で、飛行機のちょっと遅いんですけど、インサイドヘッド2をあ見たんですよ。もうね、もう人でもはばからずね、おえつするぐらい泣いてしまって、あれだけど。ちょっと手を押さえて、って言いながら、待って、1は見た1見てます。あ、見たんや。 1も泣きました。あ、ええ中学生、小学生ぐらいの時に。じゃあ、私もな、飛行機で見ようと思ってんけど、なんかアナウンスがさ、で結構止まるやん。あ、止まりますね。それが食べた、あーってね。それがな、で、あと何倍速とかで見られへんやろそれ、速で見るんですか映画。見るもんじゃないんかもしれんけど、ちょっとなんかね、見たいな、みたいなことで、ちょっと、ちょっと読早く。みなかった。読みなかった。ごめんなさい、なんか、いいんですけど。しようって。はい。はい。信じられないぐらい泣きましたということで、こちらの主題歌を、世界の終わりで、プレゼント。FM 大阪あかねクラブ振付師のあかねです。今日のおかっぱトークは、長野アバンゲルディとノバが来てまーす。ノナです。お願お願いいします。します。はい。ということで、じゃあ、メッセージをご紹介します。はい。もう、この方ね、毎週のように読ませていただいてます。ラジオネーム、滋賀県のババちゃんマンさん。あかねさん、アバンギャルディの皆さん、こんばんは。こんばんは。 10月。これ、11月なんですけど、10月は運動会、体育祭の季節ですね。うん。はい、そうなんですね。11月はもうとっくに結構終わっちゃってるけどそう。ですね。確かに。まあでもそう、先月みんな運動会でした。運動会、体育祭の思い出をお聞かせください。陸上、球技などいろいろありますが、
ダンスの他にも得意な種目、また逆に不得意な種目があれば教えてほしいんですよ。で、ありますかっていうかまあ、どうですか皆さん。お二人は、運動神経の方はすごく。うん。長野さん。悪いん長野悪いんや。めっちゃ悪いですよ。嘘。私、球技全滅です。あ球技はまあ、運動会って球技あるある玉投げとか。玉入れな玉入れ、上に。玉入れ球技じゃないない。違うか。あれ球技って言うんあれ。玉入れが苦手なんでも、あれだ。別にあんたが個人で得意とか不得意とかの話じゃない。一回アスレチックって言うんでしたっけ違うわ。アスレチックじゃない。違う。何でしたっけあれ。めっちゃ400メートルをいろんなことするのってなんて言うんですか借り物競争みたいな。違うんだろ。最後に借り物競争あるみたいな。なんていうの障害物リレーやってる。障障害物リレー。違うじゃん。アスレチックって何障害物、つけてきたことサスケ確かに。サスケしてほしいな。確かに。それもできそれ。出たんですよ、すごい。私絶対いけるわと思って。うん。なんでこう体の俊敏な動きができるからうん、立候補して、うんなんですけど、最下位になって、なんかあったのそれ。網を下からくぐる。はいはいはいあとあれなんて言うんでしたっけこういうバランス取りながら平均台あ。そうです。平均台なんも出てけえへん。でもね。平均台とか、あとは風船割るやつですね。もういいよ尻で。うん。なんか言うやろちょっと恥ずかしくて、出たいかんえってなんか、謎の恥ずかしそう、恥ずかしがり屋なところが出ちゃった。ほんで。あとは、あれですね。なんか粉のとああ。じゃない、顔面ポシャってやって、飴玉探す。後ろに踏んで。飴玉探すやつ。はい。うわー、すごい。そんなんやるんや。全然でした。なんえかもう一番最初の平均台がなぜかできなくて、なんか急ぎすぎて、途中で落ちちゃうんですよ。何をしてるのあんたって。ちなみに走り早い何秒 ?50 メーター。 50メーター、遅っマジでほんまに運動神経あんまやん。なんででしょうね。意外やわ。いろいろできそうやのにな。私もなんかできるマインドではありますよ。でもなんか、走ってる姿あんま想像できんから確かに。多分。のっさんはもう誰もが分かってるぐらい、死ぬほど運動神経悪いんですけど。はい。あかねさんと、周りのみんなで運動会をやることがあまあ、って、やってたよね、昔はね。で、その時に、まあ、ちょっとリーダー的な立場ではあるのでそう、ですね。リレーでアンカーを、なんかそのチームのね、私のチームのアンカーを、まあ、命名されてしまって、でも、やばいなって思ってたけど、まあでも頑張らなあかんと、うんリーダーやし、うん頑張ろうと思って、めっちゃ全力で走ったら足絡まってこけました。いや、ほんまに。ガチこけてか、普通に、学校とかでもこけてたんじゃないけてたかも。全然できると思いっきり見ました。だって、やばいよな、ほんま足上がってないもん。すごい、重たい足が。走るのほんで。普通に。走ってる姿あんま。でも私一応、リールでよく走ってはいるんですよ。ほんまや、やってんのになんで進んだらあかんのかも。そうだよな。その場ではすっごいね。その場では、綺麗なフォームで。いや、綺麗かな。でも、で、もちろん50メートル走は9秒は絶対かかるかな。 10秒ぐらいいってんじゃないかもしれへん。ちょっともう、測ってないか、だかららほんまに、じゃあマジで体育祭とか、運動会はどうするわけよ、お二人は。どう戦力外で。私は一個命を捧げていたものが、何応援団です。あ世界からね。そういうこといや、でも勝てるやろ、応援とかやったら。まあ、今、どっかに派遣されて応援しに行きたいぐらい。何それ大声出させてほしいです。応援団に命ダをかけンスを踊る文化があったんですよ、あ応援団で。それに命をかけてました。楽しかったです。それがまあ、あなたは私、ちょっと記憶があんまりないんですけど、でも、多分その、リレーとか、大人数でやる一部に混ざってたみたいな感じやと思います。だから戦力外ってことやそうそうそう。要するにね。大役は絶対しなかった。あ
私はもう、申し訳ないですけど、リレーの選手なんで。はい。だって歩いてるだけで早いもん。早いめ。ちゃくちゃ速かったわけじゃないけど、そんな。めっちゃ速いかって言われたらそんな速くないよ。そうなんですか？うん、7秒台やったし。いや、早いって言うんです、それ。でもそんなんもっと早くおったし。えでも、リレーとかは毎年ちゃんと出てたんで。すごい。はい。小学校の時も、無理やった時学年もあったけど、選手何回かやってます。へでもちょっとやらかしてるけど、ほんまにバトンとかさ、受けやつやん、あれ。あれさ、もうせっかちすぎて取りに行ってんのよ、私が。それで、取りに行ったら余計遅なるやん、あれ。そうですね。もう無理すぎて、遅いってって取りに行って、余計遅なってん。リレーでも。あれでめっちゃおかんに何回も怒られた。あんたが取りに行ったねんって言って。待っとかなあかんねんってね。待って、もうちゃんとこのストロークで、ちゃんと受け渡しシーンがあったら、あそこで全部ロスタイム食うんやとか言って、めちゃくちゃ怒られて。難しいですよね。あの写真が一番緊張する。今年全て決まりますね。ということで、世間悪いというはいです。はい。続きまして、八王子市のさこさん。あかねさん、アバの皆さん、こんばんは。こんばんは。徐々に寒くなってきて、温かい食べ物の季節になりました。そこで質問です。皆さんのご家庭の鍋と言ったら何ですか？おー。ちなみにうちはごま豆乳鍋か、あーしゃぶですし、しゃぶしゃぶってどういう普通にしゃぶしゃぶ。え水炊きってこと？いいよ、しゃぶしゃぶ。何しゃぶしゃぶって。だからお鍋に野菜と豆腐とかだけあって、水炊きじゃないそれ。えだって味はしゃぶしゃぶって何？お肉はそこに入れて、じゃあ水炊きや。でも、そういうことしゃぶしゃぶっていうジャンルがある。しゃぶしゃぶ豆乳でもしゃぶしゃぶや。できるやん。できるけど、まあ、しゃぶ。うん。はい、皆さん忙しいと思いますが、ぶちかまして楽しんでください。はい。何が好きですか？じゃあもう一斉に言おう。3はい、わかりました。うわぁ、迷うな。難しいけどね。待っていますだからもう最近はね、待っていまいろんな味がありますから。いきますよ。一せーので、あごだし。すごい。バラバラやった。見て。キムチあ、まあ、美味しいよね。大好きです。それも迷った。いや、私でもな、キムチ鍋飽きんやでもわかります、それん。も。もう一回でいいやって思う。あらら。飽きてくるから、そんなもう毎日食べられへんでしょ、キムチ鍋は。いきます。嘘つけだよ、毎日食べられないよ。いけると思います。私なら。私なら。私なら。はい、ノナさんは私はあごだし。何ですか、私。あごだしっていうか、まあ、普通にだからだしですよね。あご顎入れて湯がくみたいな。顎を入れて湯がいしててるんるですか？わけではないですけど、そんな主流なんですか、顎だし。あごだしって、顎って何ですか？多分その煮干し的なこと。魚のほんまかよちょっと待って。ちょっと待って。こうやって顎切ってさ、誰かの、ちょっと、こうやってしゃぶしゃぶ。誰かの顎は絶対、飛び魚を乾燥させたもの。全然ちゃうやん。飛び魚なんで？こんな、主流。顎が落ちるほど美味しいから呼び名がついた。私マジで今すごい顎出てましたよ。落ちてたよ、長野の。なんでもええやん、煮干しじゃなくたって。煮干しじゃなく確かにね。いや中央まあなんか、あごだしベースみたいなのが売られてるんですよ。もうそれ、めっちゃほっこり、美味しい、しみる。あれはポン酢はつけない。なんでで、味ないやん、ほんなら。だしの味がめっちゃしっかりしてすごい。そうですね、結構体に。る。もうなんかすごい体に心に染み渡る。あったかい。そう。いやー、もう私はもう水炊き。まあね。いや美味しいですけど、皆さんそれ毎日食べられますかって話なんですよ。いや、あごだしはいけるな。いや、私、もう水炊きって無敵ですからね。ごめんなさいですけど、毎日私食べれる自信がありますし、なぜかというと、もうまあ、もちろんね、タレはポン酢大好き。だけれども、他にも、ごまだれとかもありですよ。それ水炊きですからね。ちょっと待ってください。でも、好きな理由の、理由、でもマジで、
ポン酢好きやしで、そこにもみじおろし入れたりとか、柚子胡椒入れたりとか、もう味変できまくり。基準そここっちのやつはできないでしょ。私はもう、こう、体がどんどん温まっていくんでで、す。そんなん全部温まるよ。ごめんけど。さらにさらにこう。でもほんまに私、冗談抜きで私毎日鍋食べるから。じゃあ毎日食べれるって基準で好き選ぶんですか？はい。はい。はい。飽きないんで。飽きない。いや別に鍋は特別なもんでもいいかなって気はしますけど。まあまあ。まあね、まあ、ちょっと好きな理由が家庭の鍋なんそれぞれ。でね。まあ、ちょっと、水炊きが勝つでしょうということです。はい。はい。結局勝ちますんでね。味変ということで。味変ということでございます。いやー、まあ確かにそれで言うとね、もうほんまに、冬は鍋やな、ほんま完そうでなすよ。あと、鍋以外で、もう食べられへんくないそんなことはない。おでん。あ、おでんもおでんいい。前私あれやで、スーパーで、ああいうなんかこう、なんていうんこう真空パックで出したら何から全部入って、卵2個ずつとか、はいはいはい大根やら何やら入ってるやつ、もうダメ元っていうか、そんな別に、確かに、買ったことない。買えんやん。別になんかでもまあ、ほんまに、夜ご飯に、もう、何もしたくないと思って作ったりとか。だからこれでいいやと思って買って、はい普通に、それも鍋で、沸騰したやつをこうんうう、んぶち込んで、温めただけ。うん。だけ。死ぬほどうまかった。うわあれすごいわ。でも確かに、めっちゃ旬でそうですめっね。ちゃ旬でたし、で、そんなに、味濃いわけじゃない。関西風って感じや。ついてきましなんかああいうのも進化してんねやな、思って。おでんいいなね、大根が食べたいです。味の染みた。そうですね。ということで。ということで、とかということで。そういうことで、じゃあ、ここでお知らせ。先週はだから、御堂筋ランウェイがあったりね。埼玉にも行きました。はい。今週は何があるのかな今週、はい11月10日日曜日に、明日、明後日やな。明後日、はい明後日、はい。 JRA 京都競馬場で、エリザベス女王杯でパフォーマンスをさせていただきすごいですよ、皆さん。競馬ファンの人たちはね。盛り上がるみたいですね。そうですよ。もう有名やん。私ははい別にそんな競馬してないけど、知ってるもん。聞いたことあります。聞いたことあする。ごいよな。うん。そこで、はいもう、どうだろうね、みんなの気持ち的には。泣いてる人も、おるのかな第4レース終了後にパフォーマンスさせていただきまやばいんじゃないか。大丈夫か。す。こう、いろんな感情が入り混じってましたね。なんか投げられたりせえへんかな。大丈夫か。投げられるかも。ほんまに。もっとね、とかね、言ってくれたら嬉しいですけど。すごい現場で踊らせていただきますね。はい。はい。そし楽してみです。はい。次の週の11月16日土曜日。こちらは、FM 大阪ラブフラップさ主催のララポート堺で行われるイベントに出演させていただきます。はい。はい、こちらは公開収録もございますので、まあ、ラジオの収録もありながら、私たちのパフォーマンスもしながらということでございます。もちろん入場無料っていうかね、そうです。そうですね、どこでも見れて、ただなんか下の座れるとこはもう予約制。応募、応募したね、応募制か。応募制です。応募制ですね。はい。だけど、2階とか3階からもいっぱい見れますから、そうですどこでも、どこからでも見れるんでね。皆さんぜひ見に来てくだはい、さい。お買い物がてらにお願いします。はい、という、あともう一個あるね。はい。あともう一個、はい、どうぞそ。して、11月23日はい土曜日に毎週すごいな。北海道ライブフィールドはいというイベントに出演させていただきます。はい、北海道です、北海道。すごい。新しいね、そうです会場。エスコンフィールド北海道という会場。そう。すげえ。出来たてのアリーナ、アリいやーナ、アリーナです。楽しみですーね。ね、初めて。あんなんですけど、大丈夫か結構そうそうたる、面々のそうですねアーティストの皆さんの中に入らせていただいているので、はい。ちょっと不安ですけども、皆さん、ぜひよろしければ応援に来てください。来てください。あと、北海道もいいからね。ほんまや。美味しい。海鮮丼、ソフトクリーム。他は他は、スープカレースープカレーです、スープカレー。他は他何でしたっけカニかきカキカレカキカレーいくら、いくら、いくら。すごい。はい、ということで、また、チーズ、チチーズ、
はい、ということで、じゃあ、以上です。以上です。 11月はね、違う違う。このコーナー以上です。コーナーが以上です。お別れの時間。はい、そうです。ということで、はい、じゃあお別れに、ノナさん、じゃあ一曲お願いします。はい。私が最近ハマっているアニメ、アニメ。ダンダダン。見てるんや、あれ。はい、もうなんかすごいダンダダン、そうそう。面白いですよどんなアニメあれ。オカルト系のテーマで、うん。でも結構バトルシーンが多くて、人間の話ですか？人間と、人間と、妖怪妖怪何なんだろう、あれは。お化け幽霊的な、お化け。お化け。幽霊的なことなのかな。そうなんや。結構ね、んワクワクするスリリングなお話ちょっとなんかで。怖いんかなと思ったけど。怖くはないんだ。はないですね。黒いとかでもない。ちょっとは黒い。ちょっとあんまり、私がおもろいんですか？でもね、本当にスピード感もすごいし、そう。ワクワクします、結構。はい。その主題歌のクリーピーナッツさんのお届けです。どうぞ。はい、今週のおかっぱトークは、長野アバンギャルディと野名アバンギャルディでした。ありがとうございました。